お世話になっておりますマサルです。今回はクッキーについて一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。 HTTP プロトコルにおけるクッキーの役割として適切なものはどれか。あ、ウェブサーバー側で生成したデータベースの検索結果をクライアント側でキャッシュして表示速度を向上させる。い、ウェブブラウザから送信されたリクエストが途中の経路で改ざんされていないことをデジタル署名で検証する。う、ステートレスな HTTP プロトコルにおいて Web ブラウザと Web サーバー間で状態、ステートを管理・維持する。え、Web ブラウザが閉じられたタイミングでサーバー上のセッション情報を強制的に削除する。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はこちら。ステートレスな HTTP プロトコルにおいて Web ブラウザと Web サーバー間で状態、ステートを管理・維持するのがクッキーの役割です。皆さん正解できましたか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは解説していきます。皆さんはショッピングサイトに訪問した時に前回のログイン状態が維持されていて、以前買い物カゴに入れた商品が入っている、そんな経験ありますよね。ユーザーからするといちいちログインしなくて済むので便利な機能です。しかしよく考えてみると、なぜこのようなことができるのでしょうか。なぜこのようなことができるのかというと、クッキーという仕組みがあるからですね。今回はクッキーの仕組みを一緒に勉強していきます。まずクッキーがないとどうなるのかをお話ししていきます。青い背景のこちらはクッキーがない世界です。ウェブサーバーとブラウザのやり取りは HTTP というプロトコルを使っているのですが、 HTTP にはステートレスという特性があります。ステートレスとは過去のやり取りを記録しないということです。中央のロボットがウェブサーバーを表しています。ご覧の通りサーバーに対して世界中から膨大なリクエストが押し寄せています。しかし HTTP というプロトコルを使うので、サーバー側からすると誰からのリクエストなのかを理解することができません。例えばユーザーがログインしてと言った直後に、この商品を買い物カゴに入れてと言ったとしても、サーバー側からするとどのユーザーからの指示なのかを理解することができないんですね。なので、あなたは誰ですか？誰がどの商品をカートに入れてほしいんですか？など判断することができないんですね。結果としてページを移動するたびにサーバーにとっては毎回が全て初めましての状態になります。これではログインも買い物もまともにすることができません。これがクッキーのない世界です。次に画像の右側をご覧ください。こちらがクッキーがある世界です。クッキーとはあなたを示す会員証のような役割だとここでは思ってください。まずユーザーがログインしたいというリクエストを送ります。するとサーバーはそのユーザー専用の ID、 例えば A001 というような情報をクッキーという形で発行してそのユーザーに渡します。次にこのユーザーがこの商品を買い物カゴに入れてとリクエストをしたときに、ユーザーはクッキーの情報を一緒にサーバーに提示します。サーバーは提示されたクッキーの情報を見て、膨大なアクセスがありますけれども、あなたは ID A001 の方ですねと特定することができます。これによってサーバーは相手が誰なのかを記録し続けることができるので、ログイン状態を維持したりすることができます。このようにサーバーがリクエストごとに過去のやり取りを覚えることができる形式、これをステートフルと言います。ステートレスな HTTP にクッキーという仕組みを組み合わせることで個別のユーザーを識別することができるということなんですね。ここでクッキーの中身についてお話ししてみたいと思います。クッキーはユーザーを識別するものと先ほど説明したので、クッキーの中には
ユーザー ID などの個人情報が入っていると思った方もいるかもしれません。実は本来のクッキーは確かに ID のような役割を持っています。でもそこに直接ユーザー ID を書き込んでしまうというのはとても危険です。なぜなら、もし悪い人がクッキーの中身を覗き見したり、勝手に書き換えることをしてしまうと、悪意のある人がなりすましできてしまいますよね。そこで賢いエンジニアたちはこう考えました。大事なユーザーの情報はクッキーではなく、守りの固いサーバー側で保管しておこう。そしてこのサーバー側でユーザーの情報を保存しておく仕組みのことをセッションと言います。ではサーバーはどうやってどのセッションが誰のものなのかを見分けるのかというと、ここで登場するのが予測不可能なランダムな値です。いわば秘密の合言葉のようなものだと思ってください。サーバーはこのランダムな値を生成して、それをクッキーとしてユーザーに渡します。これがよく耳にするセッション ID と言われるものです。つまり現在のウェブサイトにおいては、クッキーというのはセッションを識別するための情報です。クッキーを提示することでサーバー側で保存されているセッションを呼び出しているということになります。もう少し掘り下げて説明します。左側がユーザーのブラウザ、右側がサイトを運営しているサーバーだと思ってください。ブラウザからサーバーにリクエストを送るときにクッキーの情報が一緒に送られていますよね。ここには前回サーバーから発行されたセッション ID というランダムな英数字の羅列だけが書き込まれています。図にあるようにクッキー自体にはユーザーの氏名やパスワードなどの大切な情報は入っていません。あくまでも私はこの番号のものですというセッション ID だけを伝えているんですね。リクエストを受け取ったサーバーは自分の手元にあるセッション管理テーブルを確認します。サーバーの中にはセッション ID と紐付いたセッション情報が格納されていますね。これらは外に出してはいけない重要なデータです。すべてこのサーバーの中で安全に保管されています。サーバーは届いた ID を鍵にして自分の中にある正しい情報を呼び出すことができるということなんですね。このようにクッキーとセッションの違いが分かってくると、Web 通信への解像度がぐっと高まった感じがしますよね。それではここで過去問に挑戦してください。令和5年度情報セキュリティマネジメント試験公開問題科目 A の問い10です。HTTP のクッキーに関する記述のうち適切なものはどれですか？あ、クッキーに含まれる情報は HTTP ヘッダの一部として送信される。い、クッキーに含まれる情報は Web サーバーだけに保存される。う、クッキーに含まれる情報は Web ブラウザが全て暗号化して送信する。クライアントがクッキーに含まれる情報の有効期限を設定する。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解はこちら。あ、クッキーに含まれる情報は HTTP ヘッダの一部として送信されます。それでは解説します。まず HTTP ヘッダという言葉が出てきたので、そこから整理していきます。HTTP のデータというのは大きく分けて上からヘッダ部、空白行、ボディ部という3つの層で構成されています。一番上が HTTP ヘッダです。これは郵便でいうところの送り状のような存在です。中身のデータに関する大切な情報が定義されています。例えば1行目の HTTP すら 1.1.200OK というのは通信が成功しましたよという合図を表しています。ここで注目してほしいのはクッキーの情報です。セッション ID という項目で複雑な文字列がサーバーから送られていることがわかりますね。このセットクッキーの情報がクライアントの Web ブラウザに保存されて、次のアクセスからこのクッキーの情報をセッション ID としてサーバーに送ってあげます。サーバーからあなたのクッキーはこれですよとセットしてくださいというメッセージがこのように HTTP ヘッドの中に書かれて送られてきているということなんですね。ではここでブラウザとサーバーがクッキーのやり取りをしている図を確認していきます。まずは右側のサーバーからの返信に注目してください。初めてログインした時にサーバーはセットクッキーという情報をヘッダの一部に入れています。セットクッキーセッション ID いくついくつのように
ランダムな値が書かれていますね。これはサーバーからブラウザへこの値を次から提示してくださいねという命令を送っています。次にブラウザから次のリクエストをするときの状態を見てみましょう。一度セットクッキーを受け取ると、ブラウザはそれ以降そのサイトへアクセスするときに自動的にクッキーの中に先ほどセットクッキーでもらった情報を入れます。セッション ID いくついくつと書いてますね。このようにクッキーに含まれる情報は HTTP ヘッダの一部として送信されているということを覚えておきましょう。では次の問題に挑戦してください。次は令和4年度春応用情報技術者試験午前問い40、ウェブブラウザのクッキーに関する設定とそれによって期待される効果の記述のうち最も適切なものはどれか。あ、サードパーティークッキーをブロックする設定によって当該ウェブブラウザが閲覧したウェブサイトのコンテンツのキャッシュが保持されなくなり、閲覧したコンテンツが当該ウェブブラウザの他の利用者に知られないようにする。い、サードパーティークッキーをブロックする設定によって当該ウェブブラウザが複数のウェブサイトを閲覧したときにトラッキングされないようになる。ファーストパーティークッキーを承諾する設定によって当該ウェブブラウザがウェブサイトの改ざんをクッキーのハッシュ値を用いて検知できるようになる。ファーストパーティークッキーを承諾する設定によって当該ウェブブラウザがデジタル証明書の執行情報を入手でき、閲覧中のウェブサイトのデジタル証明書の有効性を確認できるようになる。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はこちら。い、サードパーティークッキーをブロックする設定によって当該ウェブブラウザが複数のウェブサイトを閲覧したときにトラッキングされないようになる。これがクッキーに関する設定と期待される効果の記述のうち最も適切な選択肢です。それでは解説していきます。ここではクッキーの種類についてお話しします。実はクッキーにはファーストパーティークッキーとサードパーティークッキーというものがあります。これは誰がそのクッキーを発行したのかという違いです。ファーストパーティークッキーは今まさにユーザーが見ているウェブサイトが直接発行したクッキーです。次にサードパーティークッキーです。これはあなたが見ているサイトではなく第三者のドメイン、例えば広告配信会社などが発行したクッキーのことを言います。ウェブサイトにアクセスしたときにそのサイトとは関係ない広告が載っていたりすることがありますよね。実はその広告もあなたにクッキーを発行しているんです。このサードパーティークッキーの目的は追跡、トラッキングです。例えばある靴のサイトを見たときに全然関係ないニュースサイトに移動しても空いてる余白に靴の広告が出てくることありますよね。あれはこの人は靴に興味があると広告会社のサーバーでセッション管理がされていて、そのセッション ID をクッキーとして利用しているので靴の広告が表示されています。広告会社はいろんなサイトに広告を出しているので、サイトをまたいであなたの行動を追跡してあなたが興味がありそうな広告を出すことができています。ただし最近はプライバシー保護のためにこのサードパーティークッキーをブロックする動きが強まっています。なので正解選択肢はサードパーティークッキーをブロックする設定によって当該ウェブブラウザが複数のウェブサイトを閲覧した時にトラッキングされないようになるということなんですね。少し補足をしておきます。サードパーティークッキーというのは今見ているサイト以外のドメイン、広告配信業者などが発行するクッキーのことでしたよね。これを利用することで広告業者はユーザーがどのサイトを渡り歩いているのかをトラッキングすることができます。サードパーティークッキーをブロックすることで複数のウェブサイトを閲覧した時にトラッキングされないことになりますよね。サードパーティークッキーをブロックすることでプライバシーの保護や追跡防止をすることができるということになっています。ということで今回はクッキーについて一緒に勉強しました。ここでお知らせです。マサルの勉強部ではオンラインコミュニティをやっています。勉強を一人で続けるのが孤独だったり大変だと思っている方はオンラインコミュニティで一緒に勉強しましょう。皆さんのご参加お待ちしています。それではおまけトークです。今日はゾンビクッキーという話をしてみたいと思います。今日の話を聞いて
サードパーティークッキーいらないなと思った方がいると思います。いらないなと思った方はサードパーティークッキーを削除することもできるんですね。しかしサードパーティークッキーを削除したのにまた同じような商品の広告が出てくるということが昔よくあったんですね。削除したはずのクッキーなのにまた出てくるということでゾンビクッキーという名前がついていたりします。ではゾンビクッキーとは何か簡単に説明すると、ゾンビクッキーというのは普通のクッキーが保存されている正規の置き場所だけではなくて、ブラウザのもっと深い隠れた隙間に自分のクッキーの情報をこっそり隠しておきます。もしユーザーがクッキーを削除したとしても、またそのサイトを開くことで、おやクッキーが消えているぞと気づいて、隠していた場所から引っ張り出して消したはずのクッキーを勝手に作り直して復活させちゃう仕組みなんですね。せっかく消したはずなのに別の場所からムクムクっと起き上がってくる、まさにゾンビのような存在ですよね。ということでおまけトークまで今回聞いてくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。